これを録音している今日は2025年8月14日木曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマはおもろ韓国。久しぶりにポッドキャストを撮ってます。7月はね、日本に帰ってたからちょっとポッドキャストもお休みしていたんだけど、一回サボるとダメだね。8月になって韓国に帰ってきてからもなかなかできなくて、やっぱり習慣にすることが大事だね。でね、日本に帰って友達とか親戚とかに会うと、韓国どう？韓国の生活どう？って聞かれることがすごく多いのね。で、やっぱり韓国に住んでいると、マジかっていうことが結構あって、だから今日はね、韓国のそういう面白いところをちょっと話してみようかなって思うんだけど、今日はまず美容編。韓国も日本と同じようにネイルしている人が多くて、ネイルショップがたくさんあるんだけど、値段はだいたい日本と同じくらいかな。でも私の感覚だと、日本ではチェーン店は安いけど、個人経営のお店はちょっと高いよね。でもこっちの場合、個人経営のお店でもシンプルなネイルなら4万ウォンくらい。だから4000円ちょっとでできるかな。私はマグネットネイルにアートを2本お願いすることが多いんだけど、それで5万ウォン、5000円ちょっとくらいかな。でね、私はいつも家の近くの個人経営のお店に行くんだけど、この前、私はいつものようにネイルしてもらってたのね。そしたら、私の次の予約の人が入ってきたの。でも私、まだネイル始めて10分くらいしか経ってなくて、全然途中だったのね。で、個人経営の店だから、やってくれる人は一人しかいないから、だから、来るの早すぎじゃないって思ったの。そしたら院長が、韓国ではネイルサロンとか美容院の店長のことを院長さんってウォンジャンニムって呼ぶんだけど、院長さんが、早いですねって言って、まだ時間あるから寝て休んでてくださいって言ったの。そのお店、まつげパーマもやってるから、まつげパーマ用のベッドがあるのね。で、そのお客さん、そのベッドで私の施術、私のネイルが終わるまで本当に寝てたの。私めっちゃ面白くて、それ日本だったらあんまりないよね。まつげパーマ、お客さんにまつげパーマをする用のベッドで寝るっていう。いやー、面白いわ韓国って思って。あともう一つ、これは違うネイルサロンでの出来事なんだけど、そこはチェーン店でいくつか店舗があるサロンなんだけど、そこはウォンジャンニム院長さんとスタッフさんが2人いるのね。で、
その時は私、まつげパーマとネイルを予約してたのね。で、まつげパーマを先にしてもらって、それは院長さんがやってくれたんだけど、で、まつげパーマが終わってネイル。ネイルは他のスタッフさんがしてくれるんだけど、まつげパーマが終わってネイルっていう時に、あ、ちょっと待ってねって院長さんに言われて、私、あ、はーいって言って、他の椅子、待つ人が座る椅子ね。そこに座って待ってたの。まあ多分いろいろ準備とかあるのかなって思って。そしたらまさかの院長、さっき私のまつげパーマをしてくれた院長がね、ネイルの席に座ってスタッフさんにネイルをしてもらってるの。え、私の客のネイルは？客のネイルやらないで院長のネイルすんのって思ってたら、ネイルされながら院長が私の方を見て、ちょっと待ってね、ちょっと私のネイル直すだけだからみたいなことを言ってきてもうそんなの、あ、はいって言うしかないじゃん。で、結局10分ぐらいかな、10分ぐらい院長がネイルをスタッフさんにやってもらっていて、でその院長が終わった後に私のネイルが始まるっていう。院長絶対その時間にネイルしたかったんだろうね。でその院長も結構ファンキーというか、多分40代50代ぐらいかな、なんだけど、もう超ロン毛、腰ぐらいまで髪長くて、金髪、ド金髪、服も原色ギラギラみたいな、タトゥーも入ってたかな。まあ、だいぶ強めな人なんだよね。まあだから仕方ないよね。待つよね。そんな感じで韓国自由だよね。まあそもそも日本の場合、行くと会員登録、名前、電話番号、住所とか書かされて、アレルギーありますかとか、同意書にサインしたりとか、まあ、そういうのがあるけど、それはマジでない。名前とか住所とか何も聞かれない。電話して、今日2時空いてますかって聞いたら、あ、2時は空いてないけど3時なら OK だから3時に来てくださいみたいな、まあ、そんな感じなんだよね。あとね、美容院も近所の美容院に行くんだけど、いつも電話で予約してて、私そこでそのお店で名前も電話番号も書いたことないし、美容師さんにも行ったことないの。でも多分勝手に登録されてるんだよね、電話番号と名前。この前電話して、今日3時空いてますか？あ、じゃあお願いしますって言ったら、はい、何々先生、美容師さんのことね、何々先生担当のナナさんですよねって言われて、なんで知ってるんだろうって思って、多分電話番号から名前がわかるから勝手に登録されてるんだろうね。こういうのも多分日本だったらないよね。うん、韓国自由。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。バイバーイ。